第5位、ジェイミー・マクドネル戦、2018年5月25日、WBA 世界バンタム級タイトルマッチ。この試合は、井上選手がスーパーフライ級から1階級上げたバンタム級での初めての試合で、これに勝てば3階級制覇になります。相手のマクドネルは10年間無敗。これまでに同王座を5度防衛している強豪で、その中には亀田智樹選手を2度退けた防衛も含まれます。さらに身長差で 10cm、リーチ差で 12cm 上回っており、井上選手も今まで対戦した中で最強と警戒を強めています。こんな相手を階級上げでの初戦に選ぶとは、井上陣営の自信が伺えますね。マクドネルは試合前、井上のファーストネームすらどう発音するかもしれない、俺の方がタフで強い、イージーな相手だと語り、試合前日の計量では1時間以上の遅刻をし、謝る素振りもなかったそうです。これには井上選手もふざけているなと思います。謝る態度一つなくて、王者陣営の態度にイラッとしました。明日はそれをぶつけようと思います。1時間オーバーはないですよと怒りをあらわにし、フェイストゥーフェイスでは眼光鋭く睨みつけ、珍しく熱くなっている様子でした。この時マクドネルは減量に失敗しており、その顔は別人のように痩せこけていました。そして当日はなんと12キロ増量でリングに上がったのです。しかし減量調整もボクシングのうち、井上選手は容赦しませんでした。試合が始まると慎重にジャブを放っていくマクドネルですが、いきなり井上選手が剛腕を振り回します。普段は1ラウンドは慎重に様子を見る井上選手ですが、これだけで熱くなっている様子がわかります。そして井上選手が左のオーバーハンド気味のフックを上から叩きつけ、マクドネルをぐらつかせた後ダウンを奪います。自分よりも 10cm も身長の低い相手に上から叩きつけるようなフックで効かされたマクドネルはさぞかし驚いたことでしょう。ナルバイス戦の時もそうでしたが、普通階級を上げると自分のパワーが通じなくなる階級の壁というものが存在しますが、逆にパワーアップするのが井上選手のすごいところです。試合開始まだ1分半も経っていない時点でのこの光景に観客は大興奮。立ち上がるマクドネルですが、そこに待っていたのは井上選手の怒涛のラッシュでした。ハリケーンに飲み込まれた長身のイギリス人はキャンバスに崩れ落ちます。すぐに TK を宣告したレフェリーでしたが、割って入るタイミングを伺いながら慌てて止める様子がこのラッシュの勢いを物語っていました。16戦目での3階級制覇は日本で最速記録になります。いつも冷静で隙を見せない井上選手ですが、この時はノーガードで強打を振り回し続けたのです。自分よりも体格の大きい選手をガードの上からなぎ倒すなど、とても軽量級の試合とは思えません。試合後マクドネルは、井上選手は本当に強かった、井上はグレート、パンチもあって素晴らしいファイターだ、地球上で一番強いバンタム級の選手と戦えたと語っています。そして井上選手は試合後のリング上でバンタム級トーナメント WBSS への出場を発表しました。第4位、エマヌエル・ロドリゲス戦、2019年5月18日 IBF 世界タイトルマッチ WBSS 準決勝。対戦相手のロドリゲスは1回戦でランキング1位のジェイソン・マロリンを判定で下している選手で、アマチュアでは171勝11敗、プロでは19戦全勝 12KO とパーフェクトレコードを誇り、ダウン経験すらない実力者です。オッズでは井上選手に次ぐ2位にランクされていて、この試合は事実上の決勝戦と言われていました。この試合の数ヶ月前、実は井上選手はスランプに陥っていました。井上選手はバンタム級に上がってからの2試合をいずれも1ラウンド KO で勝利しており、次の試合も1ラウンド KO だろうという周囲からのプレッシャーを受けていたといいます。しかし相手は無敗の王者。ファンの上がりすぎたハードルに練習していても心と体が一致しなかったそうです。ジムの大橋会長は井上選手の不調を見て、デビュー7年目で初めてのアドバイスをするほどでした。結局井上選手は1ヶ月間もボクシングから離れ、精神的にリフレッシュしたそうです。試合はスコットランドのグラスゴーで行われましたが、実は試合前から戦いの火花は散っていました。ロドリゲス選手の練習風景を動画撮影していた父シンゴトレーナーにロドリゲス陣営が不満をあらわにし、シンゴトレーナーを突き飛ばしたのです。この時シンゴトレーナーは、ずっと睨んでいるので次何かやってきたらやってやろうとメガネをタクマに渡したんですと語っています。ヒートアップする両陣営、尊敬する父に手を出された井上選手は、この時腹立たしい、絶対にぶっ倒してやろうと思ったそうです。
この場は関係者が割って入り収まりましたが、この騒動を WBSS がツイッターに流したため、ロドリゲスは大ブーイングで迎えられてしまいます。井上陣営はこの時のことをまるでホームのようだったと語っています。フェイスオフではロドリゲスのトレーナーが下から覗き込むように井上選手を睨みつけ、個人ではなくチーム同士のバチバチの様子を呈してきます。試合が始まると井上選手の一発目のジャブにロドリゲスが右のカウンターを合わせに行きます。この一発に井上選手はこいつただものじゃないと目を見開いて集中力を高めたそうです。プレッシャーをかけてくるロドリゲス、事実上の決勝戦という大文句にたがわぬヒリヒリとした緊張感の攻防が続きます。少し力みのあった井上選手は長いラウンドになると感じたそうです。しかし同時に1ラウンド目の感触で負けはしないなという気持ちの余裕があった。左フックなり右ストレートなり当たれば倒れるという感触はあったとも語っています。2ラウンドインターバル中には決勝戦を控えているドニアが映し出され、会場が盛り上がります。2ラウンドが始まると井上選手は修正をします。プレスの強いロドリゲスに対して重心を落として抑えるためです。そして徐々にギアを上げてきた井上選手が打ち合いを始めると、モンスターの一撃がロドリゲスの顎を捉えます。井上選手が1ラウンドで感じていた当たれば倒れる左フックです。ロドリゲスの左アッパーに対するカウンターですが、1ラウンドを見返すと同じパターンの左フックを何度も放っており、その予感は正しかったことが分かります。井上選手はこの時、試合前のロドリゲス陣営とのいざこざからダウンを奪った時、相手のセコンドに向けてちょっとアピールしてやろうとも思ったけれど、そこはボクシングはスポーツなのでやめたと言います。そして立ち上がるロドリゲスに間髪入れず、今度はボディにダブルをねじ込みます。顔面の次はボディであっさり倒されてしまったロドリゲス。キャンバスに膝をつき、もう無理と言わんばかりにセコンドに首を振ります。なんとか立ち上がりますが、すぐに井上選手のラッシュに沈みます。かろうじて立ち上がったロドリゲスですが、その表情にレフェリーは試合を止めました。2ラウンド1分19秒 TKO。 井上選手はまたも短期 KO で試合を決めるとともに WBSS 決勝の切符を手に入れました。イギリスの解説陣は、軽量級のマイク・タイソンだ、なんて素晴らしいファイターなんだと驚きと絶賛の声を上げていました。試合後負けを認め、あっさりと井上陣営に握手を求めに行くロドリゲス陣営とシンゴトレーナーとハグをするロドリゲス。そしてシンゴトレーナーを突き飛ばし、井上選手を睨みつけていたクルストレーナーは試合後しばらくして偶然井上陣営の近くを通りかかると、グッドファイトとシンゴトレーナーに握手を求めたそうです。試合が終われば両者にあったわだかまりは消えていました。こういったストーリーもボクシングのいいところですね。ロドリゲスは試合後、言い訳の余地はない、これまでにないトレーニングを積んできたのだから準備は最高だったと元王者らしく潔く負けを認めました。そしてリングには決勝の相手ドニアが上がり、井上選手について、彼は素晴らしいファイターだ、しかし彼はまだ若い、彼にはまだ多くの余地があるとコメントします。この試合で井上選手はリング誌のパウンド4パウンド4位に上昇。日本人初のリング誌の表紙を飾りました。第3位ファン・カルロス・パヤノ戦。2018年10月7日 WBA 世界バンタム級タイトルマッチ WBSS 準々決勝。この試合は井上選手のバンタム級初防衛戦で、イギリスボクシング専門誌ボクシングニュースのボクシング史上最も偉大なワンパンチ KO50 戦に選ばれた衝撃的な試合です。対戦相手のパヤノはアマチュアで528戦のキャリアを誇り、オリンピックに2度出場している20勝 9KO1 敗の元 WBA スーパー王者で、 KO 負けの経験はありません。日本の山中選手と死闘を繰り広げ、世界タイトルを12度防衛したアンセルモ・モレノにも勝っているくせ者です。試合前には、井上のパンチが強いからって倒れることはない、俺を倒すには俺を殺すしかないだろうと強い意気込みを見せます。井上選手もアマチュアの実績がありリスペクトしている、オリンピックにも出場していてテクニックを兼ね備えた選手なので気を抜けないと警戒を示しており、パヤノとの戦いは体力勝負になると過去最高レベルの負荷がかかった練習をこなしたといいます。試合が始まるとサウスポースタイルのパヤノに対して探るようにグローブをちょんちょんと合わせて様子を見る井上選手。時折ボディを放つパヤノ。お互いグローブを合わせながら
時計回りに円を描くようにリングをサークリングしていきます。緊張の時間が続きますが、70秒過ぎたあたり、井上選手がグローブを合わせるタイミングをずらした瞬間、高速のワンツーがパヤノにヒット。右にステップしたパヤノを追尾するように体をひねっての渾身の右ストレート。怪物の一戦がパヤノの顎を貫くと、パヤノは後ろ向きに大の字にキャンバスに倒れ込みます。立ち上がろうとするも体が言うことを聞かないパヤノ。わずか70秒での KO となりました。軽量級のボクサーが実質たった一発で相手を失神させたのです。あっという間の試合終了に解説を務めた元世界バンタム級王者の山中選手は、紹介される前に終わってしまいましたねと苦笑いしていました。そしてこの負けはパヤノの8年のプロキャリアで初めての KO 負けとなりました。井上選手は KO パンチを打つまでにグローブを合わせる行為を約50回ほどしています。この約60秒間ですごく駆け引きをしていたそうです。パヤノが突っ込んできた時に放ったアッパー、これでパヤノの勢いが止まり、いけると感じたそうです。左フックを警戒するパヤノをジャブで外側を意識させたといいます。そしてリズムをずらしたところで内側からジャブを入れ、視界を遮った上で深く内側に踏み込んで右ストレート。このワンツーのステップは子供の頃に父から教わり、今でも毎日続けているそうです。井上選手はこのパンチについて、パーフェクトすぎたという感覚、狙って計算して入ったパンチです。標的にスポットライトを当てたかのような一本の光の道が見えたと語っていますが、まさに天才にしかわからない境地なのでしょう。世界中から注目されていたこの大会はアメリカのテレビでも放送されましたが、解説陣は井上は世界中に衝撃を与えた完璧なタイミングの右だったとコメントしていました。試合後、井上親子があるテレビ番組に出演し、試合が早く終わりすぎてテレビ局としては困ると冗談交じりに突っ込まれた際、父の慎吾トレーナーは親としては1秒でも早く終わってほしいと語っていました。父親としての優しさのあるコメントですね。そして井上選手はこの年のリングマガジンのノックアウトオブザイヤーを受賞しました。第2位、ノニト・ドネア戦1、2019年11月7日 WBA/IBF 世界バンタム級王座統一戦 WBSS 決勝。全試合対象のベストバウトアンケートでも第2位となったこの試合はドネアとの1戦目になります。2団体統一 WBSS 決勝戦で、後にドラマイン埼玉と称され、多くの海外メディアが年間最高試合に選出した歴史的な試合です。ドネアは5階級制覇をして8回も世界タイトルを取っている大ベテランで、ここまで40勝 26KO 5敗のレコードです。これまで戦慄の左フックで数々のファイターを葬ってきました。2人の出会いは約5年前に遡ります。ナルバイスに当時唯一の黒星をつけたことのあるドネアは、2014年にナルバイス戦前の井上選手に対策を伝授していました。そして2019年、かつて教えてもらう立場だった若者が最大の強敵となって目の前に現れたのです。レジェンドボクサーのドネアですが、衰えが見え始めたと言われ、戦前の予想は圧倒的に井上選手有利と出ていました。井上選手本人も世代交代を見せると語っています。井上選手は若い頃からドネアをリスペクトしており、WBSS の抽選会では初戦でドネアとの対戦を希望していましたが、第1シードのバーネットが先にドネアを指名したため、それは叶いませんでした。もし初戦でドネアと戦っていたらどうなっていたかは分かりませんが、2人の激闘はこの大会の決勝にふさわしいものになります。試合は2万3000人の観客を集めて埼玉スーパーアリーナで行われました。立ち上がりの井上選手の動きは軽快で、左ジャブを多用し、右クロス、ストレートをヒットさせます。ジムの大橋会長は、この調子なら早い回での KO もあり得ると思ったと試合後に語っていましたが、同じように予感したファンも多かったのではないでしょうか。しかし続く2ラウンド、ドネアのたった一発のパンチで井上陣営のプランは崩れ去ってしまいます。2ラウンド序盤からプレスを強めた井上選手は左ガードを下げてフリッカー気味のジャブを打つなど少し余裕が感じられます。しかし2分過ぎにロープ際に詰められた井上選手が左フックで応戦したその矢先、ドネアの左がクリーンヒット。すぐに距離を取ってディフェンスに徹する井上選手ですが、まぶたをカットしてしまいました。プロアマ通じての初の出血です。
試合前、大橋会長もカウンターが怖い、カウンターのタイミングはキャリアを重ねれば重ねるほど身についていくと最大級に警戒していたドネアの左フックのカウンターですが、それでももらってしまったのです。思い返せば6年前、日本タイトルマッチで戦った田口選手が狙っていた打つ時にガードが開くという井上選手の左フックの打ち終わりです。後に出だしの手応えが良すぎた、早く踏み込めば割と対応できるかと思ったと語る井上選手ですが、フェイントからのあの左フックはうまかった、完全にボディに来ると思っていたとドネアのうまさを認めています。スローで見返すと、ドネアが左フックを打つ前にダッキングで深くかがみ、ボディへのフェイントになっていることが分かります。このパンチで井上選手は右目の視界を奪われます。次第に相手が二重に見えることに気がつく井上選手。試合後に眼下底骨折していたことが判明しますが、試合序盤にカットによる TKO 負けの危機と二重に見えるという2つのハンデを負ってしまいます。ここでファインプレーを見せたのはカットマンの佐久間トレーナーでした。実質50秒ほどのインターバルでピタリと完全に止血してみせます。この2ラウンド目のインターバルの様子はテレビでは放送されていませんでしたが、井上選手が慎吾トレーナーに止まってると聞いて止まってると答えた後に、佐久間トレーナーが大丈夫だという意味合いで誰が止めてると思ってんだという一コマがあり、慎吾トレーナーが握手を求めていた場面がありました。相手が二重に見える井上選手はグローブで負傷した右目を隠して戦います。実はこの戦法はかつてドネアが試合中に同じトラブルに陥った際に使った戦法で、その試合を見ていた井上選手は同じ戦法を取り入れたのです。ドネアに悟られないようにやらなくてはならなかったと試合後に語ってた井上選手ですが、この大舞台でこんなに冷静かつ大胆な行動に打って出るメンタルには脱帽です。そして井上選手は3ラウンド終了時にセコンドに目の異常を明かし、4ラウンド終了時にはこの試合では KO は難しい、ポイントアウトするとセコンドに伝えてます。そして試合は一進一退の打ち合いになっていきます。5ラウンド終盤には井上選手が右クロスをヒット、ドネアの状態が大きく揺れます。しかし追撃時、目のぼやきからミスブローをしてしまいます。試合を見返してみると大振りの空振りが目立ちます。ライブで見ていた時は井上選手にしてはらしくない詰め方だなと思いましたが、目のぼやけがあったことを知ると納得がいきます。そして8ラウンドには右目の傷が再び開き出血してしまいます。これまでのラウンドでポイントを取っていると確信していた井上選手は9、10ラウンドは目の回復に努め、判定の印象に残りやすい11、12ラウンドをせめてポイントを取る作戦でいくことにしたといいます。この状況でこの冷静さは末恐ろしいですね。しかし迎えた9ラウンド、ドネア選手の右クロスをもらってしまい大きくぐらつきます。慣れないクリンチと根性でしのいだ井上選手ですが、クリンチを使うほどのトラブルに陥ったのはボクシング人生で初めてのことでした。この時井上選手は目の前が真っ暗になり、息子の明葉君の顔がガンで耐えられたといいます。なんとか持ちこたえたものの井上選手のダメージは明らかです。しかしカウンターパンチャーのドネアは追いません。ドネアは試合後に井上のカウンターを警戒していけなかったと、この試合最大の反省点として語っていました。10ラウンド終了時には井上選手が観客に向かって両腕を上げ笑顔でガッツポーズをします。この死闘の中で楽しそうにボクシングをする井上選手はメンタルでも怪物ということがわかるシーンですね。そして11ラウンド1分過ぎ、渾身の左ボディがクリーンヒットします。思わずタタラを踏んで片膝をつくドネア選手、この試合初のダウンを奪います。この時レフェリーは間に入るもカウントをせず井上選手の追撃を阻止する形になったため、試合後に議論を呼びました。最終回も打ち合いが続き、ついに試合終了のゴング。死闘を終えた2人は戦友のように抱き合います。激しい魂のぶつかり合いを見た観客はスタンディングオベーションで両雄を称えました。判定は3対0で井上選手が見事 WBSS 優勝を飾るとともに、レジェンドドネアを打ち破る快挙を成し遂げました。井上選手はこの死闘の後、楽しかったと言い大橋会長を驚かせたといいます。ドネアもまた後にこの試合を最も困難で最も楽しかった試合に挙げています。
そしてこの試合は多くの海外メディアの年間最高試合に選ばれる歴史的な一戦となりました。井上選手が望んだ早期 KO 決着とはなりませんでしたが、井上選手はこの試合で大きく成長し、モンスターの底力を知ることができたファンも納得の試合でした。井上選手は試合後に大手プロモーションであるトップランク社と契約。軽量級ボクサーとしては破格の契約金額だそうです。また井上選手はリング誌のパウンド・フォー・パウンドを3位にランクされました。ちなみにこの決勝戦は試合後にもほっこりするエピソードがあります。ドネアは試合前に2人の息子たちに優勝トロフィーを持ち帰ると約束していました。しかし優勝は叶いませんでした。試合後、控室で感情的になり涙を流したといいます。そして井上選手の控室に赴き、トロフィーを1日だけ貸してほしいと頼んだそうです。これに井上選手は快く承諾し、ドネアはツイッターに息子たちと一緒にお礼を言っている動画を上げ話題になりました。そしてドネアは試合後こう思ったそうです。次やれば必ず勝てると。第1位ノニト・ドネア戦2、2022年6月7日 WBA IBF WBC 世界バンタム級王座統一戦。堂々の第1位は投票率 56%、全試合対象のベストバウトアンケートでも 58% でダントツの人気だったドネアとの2戦目です。ドラマイン埼玉と称されたドネアとの激闘から約2年半後に行われたこの試合は、初戦を上回る衝撃的な試合となりました。全盛期を過ぎ衰えたと言われていたドネア、再戦を希望しますが、ベルトを失ったドネアにそれは叶わないと思われていました。しかしその後、WBC 無敗の王者ウバーリを4ラウンド KO で下し、王座返り咲きを果たします。さらに無敗の WBC 暫定王者の25歳ガバールと対戦し、またも4ラウンド KO 勝ちを収め、団体内王座統一および初防衛に成功。全盛期を思わせるパフォーマンスで評価を上げ、ベルトを持って井上選手の前に現れたのです。一方、井上選手は3戦 3KO と相変わらずの強さを見せていましたが、勝って当たり前の井上選手の評価は上がらず、目標に掲げていた4団体統一もなかなか進展せずにいました。そこで発表された名試合を繰り広げたドネアとの3団体統一戦にファンは多くの期待を寄せました。前回のドネア戦後、目の怪我がなければ早いラウンドで倒せたと仲間内に語っていた井上選手。今回の試合について、前回の続きで13ラウンド目からのスタートだと思っている。圧倒的な差をつけて勝つ。ドラマにするつもりはない。KO で勝って引導を渡すと強気なコメントを残し、過去最高のコンディションと言います。一方ドネアは、自分のパワーを使って全てを出し尽くすつもりだ。井上が何をしてきても全てに対応してみせる。賢く獰猛なファイターになる。勝つために必要なことは何でもすると全てをかけて挑むつもりです。試合前の計量会見では、互いに初戦では見せていたような笑顔はなく、常に険しい表情で目を合わさず握手もありませんでした。良好な関係を築いている両者なだけに、この試合に対する意気込みの強さが伝わります。会場は初戦と同じ埼玉スーパーアリーナ。試合が始まるとすぐにドネアが飛び込んでの左フックを放ってきます。このパンチが右目に当たった井上選手は、初戦の悪夢が蘇り、気を引き締めなきゃとスイッチが入ったといいます。そして両者互いにジャブ、フェイントを入れながらギリギリの距離を保ち、ヒリヒリとした緊張が続きます。解説の山中さんは、ドネアが前回以上の調子の良さだと言い、井上選手はしっかりとガードを上げ、前回よりもハイレベルな攻防が続きます。ラウンド終盤になると両者次第にギアが入っていきます。ドネアはこの時のことを、冷静さを失い殴り合いたくなってしまったと、闘争心に火がついたと言っていますが、その闘争心が命取りとなったのでした。1ラウンド終了直前、打ち合いの中で井上選手の右ストレートが炸裂。見ていた人は一瞬何が起こったのかわからないほどの一戦に、ドネアは尻餅をつきます。この時ドネア自身も何が起こったのかわからず、気づいたらレフェリーがカウントしていたそうです。困惑するドネアですが、このピンチを救ったのがレイチェル夫人でした。キャンバスを叩き、ファイティングポーズをとってと必死に声をかけると、ドネアは我に返りファイティングポーズをとります。そして試合続行とともに1ラウンド終了。期待以上の展開に埼玉スーパーアリーナが沸きます。実はダウンを奪ったこのパンチ、ちょっとしたストーリーがありました。
井上選手はこの右を打つ前にジャブのモーションをしており、それにカウンターを合わせようとしたドネアのテンプルを打ち抜いています。このドネアが合わせようとしたジャブに対するカウンターは、初戦で井上選手をぐらつかせたパンチでした。初戦で手応えのあったパンチに活路を見出していたのでしょう。しかしそれは大きなしっぺ返しを食らったのでした。井上選手は後にこの時のパンチを、結構練習しているワンツーなんですけど、ジャブを出さないでストレートを打つ、入りにドネアが反応した、自分は右ストレートを思いっきり打つために1回ステップインを入れたと語っています。ドネアの研ぎ澄まされた反射神経があったからこそ生まれた一撃でした。大きなアドバンテージを得た井上選手ですが、1ラウンドのインターバルで2ラウンドは倒しに行かないよとセコンドに伝えたそうです。これは焦らないように自分を言い聞かせるためのあえての発言だったといいます。どんな場面でも冷静な井上選手らしいエピソードですね。2ラウンドが始まると次々と強打を打ち込んでいく井上選手。ドネアも必死に挽回を狙いますが、井上選手は常にガードを上げ、打ち終わりはバックステップで距離を取り隙を見せません。ノーガードでラッシュをかけたマクドネル戦とは別人のようです。ボディへの打ち分けなど人を破壊するマシンのように冷静にダメージを与えていく井上選手。そして1分過ぎ、左フックでドネアを大きくぐらつかせます。 KO するチャンスですが、この時井上選手はすぐに追撃をしませんでした。井上選手は後にこの時のことを、ちょっと様子見てたんですけどレフェリーに止めてくれって思ったんですよ。もう殴りたくないと。第一線で交流もあるし憧れのレジェンドでもあったんで、自分的にはもう勝負はついていたと思ったと語っています。ロープギアに追い込まれたドネアですが、その目は諦めておらず起死回生を狙っています。常に必殺の左フックのカウンターを狙っているドネア。これほどパンチを効かされながらも最後まで諦めないファイティングスピリッツには目頭が熱くなりますね。しかし井上選手は冷静にコンパクトなパンチを打ち込んでいき、最後はワンツーからの左フックでついにドネアがキャンバスに崩れ落ちます。その瞬間レフェリーは TKO を宣告。2ラウンド1分24秒 TKO。 初戦を36分間戦い抜いた両雄の再戦はたった4分半で決着がついたのです。この光景に会場は大興奮の歓声が沸き、しばらく拍手がやみませんでした。井上選手は日本人史上初の3団体統一をこれ以上ない内容で成し遂げました。実は試合終了直後、井上選手の父慎吾トレーナーが息子の勝利を祝うよりも真っ先にドネアの元に駆けつけダメージを心配していた場面がありました。親子ともども冷静かつドネアをリスペクトしていたことが分かりますね。そしてドネアは駆け寄ってきた井上選手をハグし、ありがとう、コングラチュレーションと勝利を称えました。さらに四方の観客には深々と頭を下げ、観客からは惜しみない拍手が降り注ぎます。退場の際には観客からの声にも頭を下げ、転んだマネージャーを助けるなど人間としてもチャンピオンであることを見せます。敗者でありながらこの行動に見ていた多くの日本人は心を打たれたでしょう。ちなみにフィニッシュとなったフックはドネアの同郷フィリピンのパッキャオから直接教わったパンチです。試合後井上選手は、ドネアがいたからこそバンタムで輝けた、 WBSS 決勝からまた WBC で返り咲いたことがこの感動を呼んだ、ドネアにも本当に感謝したいと語り、初戦で見せたかった納得する勝ち方ができた、100点をつけられる内容と珍しく満点の自己評価をつけました。ドネアは、井上はとても強く勝者に値する選手だった、おめでとう、殴られた時自分が倒されたことを分かっていなかった、私が今までで打たれた中で最も難しいパンチだったと言っても過言ではないと語り、控室で井上選手にフェザー級でも通用すると伝えたそうです。 Amazon プライムで放送されたこの試合は国内の初日配信視聴者数史上1位を記録。そして試合後、日本人初のリング誌パウンド・フォー・パウンド1位を獲得するという快挙を達成。井上選手自身も、この試合が終わるまでは自分のベストバウト候補はいくつかあったけど、この試合が終わってからはこの試合が1位ですと自他ともに認めるベストバウトでした。井上選手と日本タイトルマッチで死闘を繰り広げた田口選手は、自分が戦った時の井上君と今の井上君では別人です。29歳が彼の全盛期かどうか分かりませんが、デビュー以来
今が最強でしょうとモンスターの成長ぶりに驚いていました。試合をするたびに上がるファンの期待を超えてくる井上選手。4団体統一5階級制覇を宣言していますが、今後も期待を超える試合を見せてくれるのでしょうか。井上尚弥が生きている時代に生まれたことを感謝して引退まで見守りたいと思います。